1人目の登場はコロナ禍に音楽を見つめ直したアーティストの登壇でございます。コロナで活動の場を失った時に何を感じたのか、テニスコーツのさやさんにご来場いただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんばんは。さやさんは昨年、はい、お客様として来ていただいておりましたが、今年は登壇ということで、そうなんですよ。よろしくお願い。ちょっと驚いていますが、そうですよね。また初めての前回はオフラインで面と向かってのイベント形式でしたけども、今年はオンラインでいろんな方が見てますので、たくさんの方が見ていらっしゃいますので、そういった点でも独特の緊張感と。そうですね。昨年本当、ここ広いですけど、そこに人が本当溢れ返って、そうですね、ぎゅうぎゅうで人も行き交いしてて、そうですね。今日もですけど本当に食事とお酒楽しみながら、皆さん会場にいる皆さんは見ていただいてるんですけども、やっぱコロナの影響もあって人数も制限させていただいているので、ちょっと昨年までとは違う雰囲気で。でもそんな思ったより変わらないなと。確かにスタッフ陣がそうですね。配信関係のスタッフ陣もいるので、結構人数としてはね、結局いる感じですもんね。昨年ドキュメメントにお客様として来ていただいたと思うんですけども、ドキュメメントどういった印象を持たれてますか？いや、もう率直にすごいなって思いました。で、若い監督もたくさんいらっしゃったじゃないですか。そうですね、20代のディレクターさんも人とかがどんどん現地に行って、ちょっと危険だったりもするかもしれないんですけど、そういう人たちと直接知り合いになって撮ってきて、そしてまたここで実際に喋られて、こんなしっかりって言ったら変ですけどした考え方と、それをもう2日で10個ぐらいとか、そうですね、頭パンパンになったですけど面白かったです。ありがとうございます。それこそ本当に、今回も5つですか、登壇ありますけども、各ディレクターが自発性を持って、特に言われたからやるものでもないですし、自らこの人の声を聞きたいという思ったところに自分が足を運んでお話を聞いて、でその人がなかなか発信できてない、声を聞いてもらえないという方に対してスピーカーの代わりに社会に発信していくっていう形だと思いますので、そういった場所の体感していただいたのかなと思っております。今年はその登壇者として参加ですから。はい、ちょっと松井さんにも言ったんですけど、私はそういうなんていうんですか、特に激しいものとか危険な場所とかあとは運動だったりもが今回題材ではないので、大丈夫ですかっていうのはお聞きしたんですけど、我々もハードなものだけを取り扱うとかではないですか？今回は音楽というところで、コロナの中かなり影響もあったと思うので、そういったところも映像を含めてご紹介できればなと思っておりますので、普段は音楽という形で発信しているかと思いますけども、今日は松井さんのディレクターの松井さんが撮影していただいた映像と、あとはこの場の YouTube の発信という形で、また音楽とは違う形で発信していただければと思ってますので、よろしくお願いします。すごいライブっぽいですね。そうです早速ですね。私も緊張はしていましたが、まさか初っ端から。そうですね。これ喋りますか？本題に入ってしまってもいいかもしれませんよね。それこそコロナということでライブをする場所が失ったりだとか大きな影響があったかと思うのですが、さやさんにとってコロナ禍というのはどういった時期だったでしょうかね？みんな同じだと思うんですけど、突然急激な変化っていうのがやってきて、それをで私たちの自粛期間はみんな同じだと思うんですけど、時が止まったような時間っていうのも同時に来て、その止まった中から外側の急激な変化を
理解していく時間になっています。そうですね、今まであった当たり前のことがなくなって、今まで流れてた当たり前の時間が急に止まって、そこで初めて見つめるものとか、例えば音楽もライブが当たり前のようにこう定期的に開催できて、そのライブに来てくれる人とも、こうライブを開催すれば来てくれるっていう環境が、存在してたかと思うんですけども、このコロナではそれが一気に停止したというところで、音楽という存在自体を見つめ直すきっかけになったのかなと。そうですね、そうですねそれこそコロナ禍の活動の中で、新しいコミュニティ、このミュージシャンの方同士、アーティストの方同士が、オンラインでつながれる、みんな聴けるというサイトをオープンさせたというふうに伺っているんですけども、どういった経緯でこのサイトはオープンされたんですか？これは私たちが、私一人だけじゃなくて、一緒に作ってるチームがあるんですけど、2年ぐらい準備していて、オープンがちょっとずれていたら、たまたまこの時期にオープンっていう形になったんですけど、元からやってるインディーというかインディペンデントなものとして自分たちの周りの音楽を上げていこうっていうサイトです。それこそそしたらコロナの前からこのプロジェクトっていうのは始まってたっていうことだと思うんですけども、やはりコロナが発生したことによってその必要性とか緊急性がより強まったっていう印象ですかね。それはそうですね。そうですよね、なかなかこのアーティスト同士がつながれる場所とかっていうのがこう、ライブ会場もそうですし、分散していたものが、なかなかこう会うことができないってなると、オンラインの必要性っていうのが強まると思うので、アーティストの方にとっても、それこそ音楽を聴く側の人にとっても、かなりこのサイトっていうのは新しいコミュニケーションの場所になっているのかなというふうに感じますね。そうですね、1回ぐらいしか会ったことないとか、私自身も例えばそのアーティストの音楽全部のリリースを全部聴けてるわけじゃないので、それを、知っていくいい機会にはなってるというか。そうですね、新しく出会える場所でもありますし、この新しい信頼関係の構築、信頼関係といいますか、つながり、音楽でのつながりの場所になっているというのは、でもすごくそれはあります。そうですよね、それでは早速映像をご覧いただきたいと思いますので、ご視聴ください。よろしくお願いいたします。ツイッターとかを一人で部屋で見てたら、災害のニュースとかデモから何から大きすぎて、なんかそれをこう一人で背負ってしまうっていうか、どうしようってなって、不安だけが大きくなって、そんな時間があったら歌を口ずさんだりして、自分を気持ちよくして、なんだろう、回復、一人一人が回復していくっていうことがすごくね、いいなって思いますね。そこになんかその見落としてきたなんかとかあると思うし、
光を食べて君はぬくもりいつもくれた見ている新しさが歌の間お腹を空かしていても僕らが出かけていてもここで待って君はみんなが大好きだった僕ももっと人を好きになりたいもっと優しくしてあげればよかったもっと構ってあげればよかったもっと一緒に眠ればよかったもっとご飯をあげればよかった君いない人生を生きなきゃいけない君いない景色を見ないといけない君いない部屋にいないといけない君いないって思わなきゃいけない5月の1日フェイヒーって猫が亡くなっちゃったんですけどなんかこれができたらなんかなんていうのフェイヒーも納得してくれんじゃないかなもうこの間いましたっけしーちゃんって猫猫が昨日撮ってる時とかもずっとここに座って聞いててなんか不思議でしたねずっとフェイヒーがいた席に座って違う猫が聞いてると高橋聞いてみる？聞いてみる？いやなんか混沌としすぎてる。ざっくりだよ。うん。君は突然やってきて僕のハートを打ち抜いたんだ。それからずっと一緒にいた。もう19年一緒にいた。いつかはこうなると分かっていて今こうなるって思ってなかった。今こうなるって分かりなかった。ふとした瞬間きっと君がいるって思うに違いない。そういう時はきっと君がいる。きっと一緒にいる。僕のそばにいてくれるに違いない。ずっと一緒だと思わせてくれる。だからなんでねずっと一緒に入れてよかった。高橋の声ちっとも聞こえない。入れてないじゃん。あるよ。そこにあるでしょ。もうなんかやだ、もう本当にやだなと思う。何が？この作業。なんでこのことやってんのか分かんなくなった。死ぬまでやるんだよ。音楽業界のコロナ後の変化ってどんな風に見てました？いや、ほとんどダメなんじゃないですかねと思ってましたけどね。ライブハウスはなくなるし、音楽やる人と聴く人の間にあったいろんなものが今すごいあんまり良くない方に変化してんじゃないですかね、今までの人たちは。今のところ辞めちゃった人ですか？とかそういうはいないですけど、物理的に家を引き払って引っ越して遠くなった人とかはいますね。辞めるが曖昧ですよね。今はどうせできないから、辞めるって宣言しなくても実質やってないだけとかで、あっさり転職ができる人はいいですけど、転職もね別にでも難しいだろうし、ウーバーイーツでもやってんじゃないですかね。なんかそもそも音楽で
出演してお金もらうことを当然って思ったり、それはライブハウスもそうだと思うんですけど、そのお客さんが2,000円3,000円4,000円っていうお金を自然に払ってくれるっていうことをちょっと前提にしすぎてた部分があるのかもしれないなってすごい思うから、その前提で家賃があったり自分たちの生活があるっていうのはおかしいかなってもう思ってたから。さやさんが思う音楽ってどこにあるでしょう？そのほらセミとかその鳥とかも朝歌練習してますけど、至る所にあるっていうとすごいおかしいんですけど、なんか八百万の神様みたいな感じで夕日を見た時にもあるし、朝日にもあるし、オーロラにもあるし、なんか不思議な虫を見た時にもなんかそれがこう音みたいに感じる。私たちはそういうとこから音を感じ取ってその人の中で起きる音楽になってると思うんですね。あ、外れたかも。あ、出た出た。リンゴ。リンゴリンゴリンゴ。あーリリリリなんか聴いてる感じしません？木が聴いてる感じがしたい。オリーブの木と山椒ここフェイヒーの墓です。ね、しーちゃんが見てるの。しーちゃん、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 しーちゃん。しーちゃん歌好きなんですよ。歌好きだから聴いているのかも。ご視聴いただきましてありがとうございます。改めてご紹介させていただきます、テニスコーツのさやさん、そして上野さんにもお越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして映像ディレクターの松井さんです。松井と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。改めて松井さんがさやさんを取材するきっかけというのはどういったものだったんでしょうか。そうですね。さやさんとは、前から1年ほど前から友達というか、付き合いがあったんですけれども、こう6月に、ツイッターの DM で少し話し始めて、それでさやさんが僕はライブができないから音楽家の方なんで、元気がないのかなというか、僕も他の音楽家の方を取材したりしてたんで、だいぶ辛そうだったんですよね。そしたらさやさんは逆にかなり元気ですごく印象に残ったのは、そのライブができないことによって確かにそれは辛いことだけれども、
自分のその普段口ずさむ歌声とか、普通の人がこう台所だったりとか子守歌だったりとか、小学生がなんとなく道で適当な歌を歌ったりとか、そういうところに普段の音楽の普段の中にこう音楽の現象があるんじゃないかっていうことをおっしゃってて、この人の中ではなんかライブっていうものを失った上でさらにこう追求する音楽っていうものが見えてきてるんだなという印象を持ちました。はい、ありがとうございます。どうですかね。歌えますか今。それこそ映像でも口ずさんでる、映像でもね口ずさんで、そうなんです。普段の生活のところがあったので、さやさんがこうふっとこう歌が生まれてくるっていう感じがあったので、もしこの場でね、この空間を感じながら、そうですか。おいしい。何食べたっけ？煮物はおいしかったかな。なんか一緒に今音楽流れてて、あとなんだっけ？一緒になっちゃうな。白えこんにゃくたらこだよ。はい。ありがとうございます。それこそ映像でもありましたけど、こうみんなが普段口ずさむのが音楽のこのあり方だっていうところがこうコロナ禍でも新たな発見だったのかなっていうふうに感じましたけど。そうですね。なんかこう部屋の中だったり自分一人の時にする小さな発見がやっぱり曲作りってそういうもんだったりもするから、それを今回作ったみんな聴けるっていうサイトにアップする時は本当にこう個人個人の発明がそれこそバンってこう公開できちゃうっていう。でそれを一人一人バラバラにやるんじゃなくて友達に聞いてっていうようなスタンスでやってますそうなんですね、はい、それこそ今YouTube で生配信しておりますがコメントの方もいただいておりまして、さやさんの音楽大好きですっていうコメントもいただいております。あと質問もですねその中でありまして、映像の中でお客様がライブを見てお金を払うことを前提にするのに疑問を感じたっていうところがあったと思うんですけども、それは大体いつ頃からですかみたいな、またその理由を伺いたいですっていうコメントをいただいております。そうですね。なんかどうなんです。例えばこういう場所だったりとかこういうエンジニアさんだったりとか、そういう方にはお金がちゃんと回った方がいいって思ってるんですけどワオーって言ってるけど嬉しい、こういうのは寂しくないですよね、こういう音があと。私こと音楽家に関してはすごく線が弾くのがいつも難しくてそれこそこうやって今みたいに歌えちゃったりもするし、普段との切れ目がなかなかないので家から歩いてこういう場所とかライブの場所に出かけてってはいここから有料ですみたいなことの葛藤っていうのはそれぞれ皆さんもあるのかなって思うんですけど、それはもちろんいただくことで生活もしてるしそういうのはよく考えていたので。そうですね。それではコロナ禍の中でこの音楽の商業的な部分とこの音楽の本質的な部分って言い方が正しいかはあれですけど、そうです。そういうことですかね。よかったです。そうですよね。きっと商業的な部分が当たり前になっていて、はい、それで
そうですね。それがどんどん続いていたけども、うんこのコロナでその部分が先ほどのお話の中であったストップしてしまったところで音楽をこうもう一回見つめ直した時に、うん本来のこの口ずさんでいるところとかが音楽ってこういうことだったのかなっていうところを感じられたっていうところもあるのかなと思ってるんですけども。あとまあもともとあった部分でもあるっていうか、そうですね。その特にまあ自分の居場所っていうのがちょっとそういうところだったりして、すごくこう間にいるんだなっていうのはより感じましたけど今回、はい、そういうことですね。松井さんとしてはこの撮影をしている中でこのさやさんがこの他の声とかを代弁して音楽で発信しているのを見て、ドキュメンタリーのディレクターとしても誰かの声をこうやってドキュメメントっていうイベントで発信とかもしてると思うんですけども、そういったところでなんか近しい部分とか感じるものっていうのはあったんでしょうか？そうですね、今も切れ目がないっていうふうにおっしゃいましたけど、さやさんは本当に日常とその音楽歌うっていう状態の切れ目がないなという感じがして、なんかスイッチを切り替えてない感じがするんですよね。そこがすごく僕は強く感じているところでした。はい、それでだからお会いしに行って撮影している中で猫のフェイフィー、亡くなってしまった自粛期間中に亡くなってしまった猫のお話ですよね、を聞いて、曲を聴いたんですけれども、何か僕はその時ドキュミームという SNS 発信のドキュメンタリーでたくさん困窮している人を撮ってきていたので、何かさやさんの歌がこう時代だったりとか社会だったりとかこうどうやって動けばいいか行動すればいいかわからないとか、その本当に困窮もうすぐしそうだとか、そういう人たちがちょっと鬱っぽくなってたりするじゃないですか、そういう人たちに対しての何かこう処方箋というかこう薬というか、そういうものになりうるんじゃないのかなっていうことを感じたんですね。つまり歌うっていうことが誰にでもできるんだよっていうふうに言ってるように僕には見えたんですよね。そこのところ歌の中のそのさやさんがこう歌うっていう状態の中にこう時代だったりとか他者だったりとか、そういうものが入ってくる感覚、その関係っていうのはどういったものになるんでしょうかね。自然に自分が吸ってる空気だったり雰囲気っていうのは自然に自分からもう出てくると思うし、私他の方が書いた例えば詩をもらって歌う時も、その自分は頭で理解してなくてもその歌ってるうちに何でしょうね、音と一緒に理解していく、なんか分かってくるっていうことが起こるんですよね。でそれがだから分からなくても歌ってみるとか、やれないと思ってもやっちゃうとかっていうと、その後からどんどん分かるってことがあるんで、なんでしょうね、その言葉とかをこう自分の中に体を一旦通すことで同化できる部分とかがあるっていうところなんですかね。こういうことなのかなっていうのだから必ずしも全部理解できてなくても歌っちゃうし、っていうのはあります。フェイヒーの詩は高志さんが書いたんだけど、フェイフィーの詩でやっぱりもっと人を好きになりたいっていう詩があったじゃないですか、あれがなんか僕は時期に聞けてよかったなってすごく思って、なんかトゲトゲしいニュースばっかりがこう流れている中で、すごく単純なことなんですけど、目の前にいる人だったり自分の周りにいる人を好きになりたいってね、でそれはもちろん猫の視線からこう死んでしまった猫の視線から書いてる歌詞なんですけど、今生きてる自分たちにも当てはまるよなっていうね、ふうに思ったんですよ。この歌詞は高橋さん振っても大丈夫ですか？でも本当にそんな感じです。なんかギスギス、特にネットを見るようになって結構溢れてるじゃないですか、悪意とか、でもみんながそれぞれ自分もですけどもっと人を好きになっていったらいろんな問題が解決していくんじゃないかなと思ったんですけど、それこそうつの人とかもなんか
ちょっとみんな自分しすぎてるような気がして、猫はあんまり関係ない、なんかあんまり猫って自分逆にしてないような気もしたし、そんな感じです。なんかそうですよね、2人を見てるとこう野生動物みたいだなと思う時があるんですけど猫とも同化してるんですかね。そうですね。猫が先生団みたいなにゃんこ先生。それは私のお友達の辻村さんっていう方が言ってたのを私真似したなと思って、でも確かにそうなんですね。どうしたらいいかわからない時とか、とりあえず姿勢真似してみるとか、伸びしてみるとかやってます本当に。そうなんですね。まだまだこの混沌としたコロナのこの環境っていうところで、なかなか我がっていう中がある中で、このアーティストといいますか音楽というものを通してこれからはどういった形で発信をしていきたいと思われますか？そうですね、みんなの聴けるでみんなの音楽聴いてても感じるんですけど、なんかまだまだ知らない面白いものがいっぱいあったんだなって本当に思うので、昨日もすごい音源聞いたばっかりなんですけど、だからそういうまず周りからいろいろ気づいていきつつ、自分もすごく更新していきたいというか、どんどん新しくアウトプットができるようにしていきたいなと思います。ありがとうございます。我々もぜひねこのテニスコーツの発信というのを楽しみにしておりますので、はい、これからもファンとしてね聞いていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。今日はテニスコーツのお二人がご来場いただいているということもありまして、ぜひ最後にこの演奏をお願いしたいなと思っているのですが、はい、時間大丈夫ですか？もちろんでございます。ぜひ演奏を聞かせてください。はい、じゃあ頭のところはじゃあこの辺から拾ったりしながら歌っていきましょうかね。今日は遅れまして遅刻して着いたらまるで桃源郷、提灯がライトがだんだんと灯ってまるで東京じゃないみたい、夜になると想像の海が僕ら包み込んでる。あ、いい。エコースティックスやっと来れた、あ、ここはパラダイス、もう一人じゃないから一人一人のつぶやきを拾って
先を見ながら走り抜ける喜びを諦めることなく遠くへとんでこうと遠くへもと飛ばせ最後は体に戻ってまた溶ける想いはあなたのまんま石のように新しいふるさとへ新しい人になって新しいふるさとへ新しい人になって行こう行こうニューホーニューホありがとうございます。テニスコーツのお二人、そして即興でセッションしていただいたエコスティックの皆様に大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。さやさん、上野さん、ありがとうございます。素敵な演奏を鳥肌立ちました。